こんにちは、ワッタです。2022年、23年の年末年始はフィリピンのマニラで過ごしてきました。今回はそのマニラ旅行でのフィルム写真を紹介していこうと思います。到着したのは12月30日の午後、もう夕暮れ時だったので、景色の良さそうなレストランを探して市内を散策しました。アジア最大級のモールオブアジアで夕日を見ながら撮影をしました。だいぶ暗かったので、かなりざらついた写真になってしまいましたね。翌日、大晦日はイントラムロス、マニラ大聖堂、サンチアゴ要塞と有名な歴史的建造物を見て回りました。この日は終日曇りで途中スコールが降ったりもしたんですけども、観光している間はなんとか雨が持ってくれて写真を撮ることができました。このワンちゃんは振り向いてくれるまでに5分ぐらい待ちました。これはマニラ大聖堂に移動中に撮った一枚。一人の青年が気づいてピースサインを送ってくれました。ここはマニラ大聖堂。この前で撮ったこの写真もお気に入りです。今回はリコーの GR1S しか持っていかなかったので、決定的瞬間を撮るのに少し苦労しましたが、これはなかなか気に入っています。こちらはサンチアゴ要塞、歴史的な背景もあるので、あまり写真は撮らないようにしました。フィリピンでは国民的な人気を誇るファストフードチェーンのジョリビー、ここのフライドチキンを食べてみたくてマニラに来たと言っても過言ではなかったので、今回試せて本当に良かったです。美味しかったし、ご飯やスパゲッティを頼めるっていうのもなんだか不思議な感じがしました。ケンタッキーとはちょっと違いますね。この後午後は市内の美術館をいくつか巡って、夜は少し大きなホテルのカウントダウンパーティーに行ってきました。南国での年越しは初めてだったので、日本との違いに少し面食らいもしましたが、すごくいい経験になりました。派手ですよね。カウントダウンパーティーの帰りに通りがかったバスケットボールコートで1枚、今回の旅の中でも一番に気に入っている写真かもしれません。ということで、お正月を迎えました。2023年。日本と違って、あまり新年だからといった盛り上がりもなく、なんとなくクリスマスの延長のような、マニラでは相変わらずクリスマスツリーが飾られていました。元旦からモールが開いているので、モールの中で写真撮影をしました。どう見てもまだクリスマスですよね。気温は終始30度前後あって、本当に過ごしやすくて、日本に帰るのが少し嫌な気持ちになりました。もともと暖かいところが好きなので、そんな僕には天国でしたね。
こんなところでも人気な。最終日の2日にはこれまたずっと食べたかったチキンマミーを食べに行きました。昔中東で食べたことがあって美味しかったので、今回本場で食べられて感動しました。思い残すことはないので空港に帰りたいと思います。今日もスコールがひどいですね。そんなわけでこれが僕の年末年始の弾丸マニラ旅行でした。2023年もまたいろんなところに旅をして写真を撮れればというふうに思っています。今年もよろしくお願いします。また今度。